周りの人を動かすことであって、希望を配る人のことだと。相当な行動力じゃないですか。誰でもできると思うんで。今回なんですけど、はい、社長が考えるリーダーシップについて教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。どういう人がリーダーに向いてるって思いますか？よく言うんですけど、そのリーダーシップとかって、そのリーダーになったから発揮しなきゃいけないとかって思う人が多いと思うんですけど、リーダーじゃなくても関係なく、発揮してる人は発揮してるんですよね。やっぱ自然となんかそういう人っているじゃないですか。強いて言うんだったら、その立場関係なくリーダーシップを発揮してる人がやっぱりリーダーに向いてるんだろうなと思います。その人の元の素質というか、リーダーっていう立場にいるからっていうのを関係なくリーダーシップを発揮してる人。そうですね。会社で言っていることは2つあって、1つは自分の人生においては自分がリーダーじゃないですか。自分自身の人生においてリーダーシップを発揮しましょうねっていうリーダーシップ。これ立場関係ないですね。2つ目はチームのリーダーとしてのリーダーシップみたいに分けて言ってますかね。自分自身の人生においてリーダーシップを発揮しろっていうのは、自分の人生においては自分が主役なので、自分の人生をよりよく豊かに生きるために考える。どういう思考だ、どういう行動を選択していくかっていうのに対してリーダーシップを発揮しなさいみたいな感じですかね。で、チームのリーダーとしては希望を配る人。これはナポレオンの言葉なんですけど、チームで取るリーダーシップっていうのはやっぱ周りの人を動かすことであって、希望を配る人のことだと。支配者、ボスみたいな感じじゃなくて、指導者とか導くものと言ってます。はい、例えばですよ、あなたの大切な子供が2人いますと。僕ともう1人、A さんでもいて、4人で船乗ってます。転覆しました。でもそのボートには救命ボートが2つだけ乗っていて、それぞれ2人乗りですと。僕とその A さんがたまたま救命ボート先に乗りました。下手したら自分より大事な子供をどっちかのボートに乗せなきゃいけませんと。ってなった時に、どっちの人に託しますかっていう時に選ばれる人が本当のリーダーだと思ってるんですよ。いつも調子いいこと言って、いろいろ言ってるけど、いざとなったら逃げ出しそうな人とか、いざとなったら自分が我先にと助かるために行動する人って絶対に子供を預けたくないじゃないですか。でもいつもは厳しいし、チクチク言われるけど、でも絶対にミッションに対しては情熱持って絶対に成し遂げようと思ってやってる人。でも自分の大事な子供をその状況で預けるんだったら、絶対に後者の人の方が助けてくれそうじゃないですか。そういう場面で選ばれる人、いい人よりも信頼される人。僕の世代って割と厳しいこと言われないことの方が多いかなって思ったりしてて、その中でもやっぱ言ってくれる人ってたまにいらっしゃるので、そういう人はすごいありがたいなって思ったりはしますね。いつも言う目の前いい人論と、長い目線で見たときに、あの人がいたから自分はこういうことができるようになったとか、あの人がいたからこういう経験が積めたとか、あの人にあの時は言ってもらったから自分は成長できたんだって後で言われる人の方がリーダー向きですよね。その人のことがどんなに嫌いでも、あの人の元についてよかったなみたいな思われる人の方がやっぱりリーダーシップあるって感じですかね。すごい好きな人とすごい嫌いっていうか嫌いな人といて、でもこの好きな人と一緒に仕事してると全然成果出ないんですよ。全部いつも中途半端になっちゃって仕事で成果出なくて、でも好きなんですよ。売り上げも上がらないし利益も上がらないから給料上がらないしっていう状態と、嫌いなんですけど目標達成とかに厳しくて必ず結果出す人と、売り上げも上がるし利益も上がるし巡り巡って自分の給料とかも上がるんですよ。どっちがいいですかみたいな議論とかで結構極論で、みんな大体厳しくても結果が出て自分にも返ってくるんだったらこっちの方がいいかなって口はいいですよ。でも実際の現場に行くと成果出なくても目の前いい人がいいって言ってるかこの行動を取るんですよ。でも本当に自分が窮地に追い込まれた時とか、まとまった金額を1年間貯めなきゃいけないとかってなった時に、あなたどっち行きます？こっちの人は厳しくて嫌いなんだけどでも給料高いですと。でもあなたにはお金が必要ですみたいな時に、そしたらやっぱこっちに頑張っていくじゃないですか。その他にやっぱやらなきゃいけないことがあるから。でも結果これって嫌いかもしれないけど自分のためになるじゃないですか。厳しいし大変なことやるんだけどリターンをもたらしてくれる上司なわけですよ。でもこっちは好きだけどリターンをもたらしてくれない上司なんですよ。好きというよりかは信頼されるリーダーでちゃんと結果を出しに行くリーダーが理想としてるんですけど、好きか嫌いかじゃなくて結果を出すと信頼されてる。どういうタイプであったとしても自分らしさを持ちながら自分の強みを発揮できるようにやっていくというだけですよね。
アップルさんの社員の中で若手で支店長に就いたって方がいらっしゃったと思うんですけど、その方ってどんな方ですか？最初は普通に現場のアルバイトで来て、バイト歴2年、社員歴1年、21ぐらいの時に支店長になって、23とかぐらいの時に会社も伸びてたので、マネージャーみたいになってっていうような人とかいますよね。その方ってなんでリーダーになれたんですか？自分で目標を持って、ちゃんとそこに向けてやる気があって、ちゃんとそれを発信して行動してたからですよね。面白かったのは、僕はそいつをアルバイトの時はあんま知らなくて、社員になったから当然、名前と顔ぐらい分かる。でも全然喋ったことなくて、そいつは支店にいる時からその人の上司ですね、にどうやったら支店長になりますか、支店長になりたいんですけどずっと言ってたらしいんですよ。でそれがあまりにも言うもんだから、当時の支店長が本社で手伝いが欲しいっていう時に、お前これ社長と関われるチャンスかお前行ってこいみたいな。本社に手伝いに来て、初めてその本社に手伝い来てから会った時に、いきなり社長聞きたいことあるんですけどと、なんだと。どうやったら支店長になりますか？支店長になりたいんですけど。いきなり言われて、おうっつって、なるほどと。当時はね、こうして、こうしたらなれるんじゃないと言いましたけど、まずは発信してるってことで、そういう目標があって、やる気があるんだと。で僕も言われたら頭に残るわけですよ。あいつやれてるんだと。次なんか機会があったら、あいつにちょっと声かけてみるとなるわけですよね。支店長になりたいってちゃんと発信して、初めてちゃんと話すぐらいの社長にいきなりぶち込んで、相当な行動力じゃないですか。本当にあいつどうしてんだろうなと思ってみると、やっぱりちゃんと頑張ってやってるわけですよ。たまたまその上の支店長が、支店ずれて移動しなきゃいけないっていう話が出て、じゃあそこの支店誰支店長にしようかって言ったら、あいつかみたいな。リーダーシップに年齢は関係ないんですよ。年取ってる人がリーダーになるべきだとか、若いからリーダーまだ早いよねとかっていうのは全然勝手な固定概念で、そんな決まりはないので。僕も実際そうでした。10代の時からみんな年上だっていうところで、実際仕事もマネージャーみたいな感じとかリーダーみたいな感じでやってましたし、年が低いから年上の人を動かせないかっていう論理はないので、若くてもリーダーになれたっていう意味としては、ちゃんと目標を持って、やる気もあって、行動をちゃんとする力があったからなれたんだと思いますよね。すごい熱い話ですね。アップルさんだったら若手でも、中途採用の方でもリーダーとか管理職になれるって感じですか？いい意味でやっぱ実力主義ですし、僕も若い時に機会をもらって今があるんで、なるべく若い人にも機会を与えたいなと思ってるので、他の会社なんかよりも全然チャンスはあります。ありがとうございます。最後になんですけど、改めてモンジ社長が考えるリーダーシップってどんなものか教えていただいてもよろしいですか？リーダーとは希望を配る人だと、信頼される人である。リーダーになったからリーダーシップを発揮するんじゃなくて、立場関係なくリーダーシップを発揮してる人、なれるなれないの話じゃなくて、やればみんなやっぱできると思うので、今自分がどんな立場にいようと、立場関係なくやっぱリーダーシップを発揮するっていうことを心がけていただいて、どうやって希望を配れる人になれるのかと、どうやったら信頼されるのかっていうのを考えながら行動していけば、誰でもできると思う。リーダーシップがある人が一人でも多く増えたら、会社も世の中も良くなるなと思います。ありがとうございます。アップルさんでもリーダーになれる環境は整っていることですね。そうですね。なるべく若い人、機会を多く与えたいと。そういうことも会社やってる意義の一つなので、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。アップル引っ越センターでは、ホームページや SNS などを通じて会社の様々な情報を発信しております。いつでもやる気のある若い人なんかは募集しておりますので、ぜひ興味持ったら応募してきてください。また、こちらの YouTube チャンネルでは、研修、対談、現場の様子、引っ越しの役立つ情報とか、ビジネスマンとしても役立ちそうな思考とか、様々な動画を作っておりますので、ぜひチャンネル登録してください。最後に、こちらの動画についてもいいねをしていただけると嬉しいです。では今日はありがとうございました。